こんにちは、ムロジャレ TV の愛です。今回は沖縄北部に誕生したテーマパークジャングリアについて、知らないと損する、知って得する攻略法13選をご紹介します。改めまして、旅の案内人ミドチャレ TV の愛です。ジャングリアは2025年7月25日、沖縄本島北部にオープンの大自然没入型テーマパークです。はい、プレオープンにやってきました。一応ね、撮影はここまでしか撮れないということで、あとはちょっとね、私の感想などをまとめて撮っていきたいと思います。はい、行ってきます。私はオープンの約10日ほど前、プレオープン初日に一足先に体験させていただきました。ただ知らなかったことが多くて後悔がたくさんあったので、これから訪れる方の参考になるよう私の失敗談を含めた時間ロス、ストレスを回避するポイントをまとめました。とっても素晴らしい施設だったんですが、もっとこういうとこ知ってればよかったなと思った点が正直あります。そこで今回は皆さんにジャングリアをストレスなく楽しんでいただきたいと思い、攻略法13選をご紹介します。あくまでオープン直前に体験し感じたことであり、今後変わっていくこともあると思いますので、その辺はご了承ください。それではスタート。攻略法1、チケットはできるだけお早めに。できれば4ヶ月前。はい、ジャングリアにはワンデーチケットとスパチケット、パークとスパがセットになったチケットに加えて、オプションでプレミアムパスがあります。どうしても体験したいっていうアトラクションがある人には、プレミアムパスの購入をおすすめします。そしてこのプレミアパスがとっても人気ですぐ売り切れちゃうので、早めのチケット購入をおすすめします。知らないと損する攻略法2は、プレミアムパスは結局あった方がいい。プレミアムパスまたは整理券がないと利用できないアトラクションがあるためです。しかもそのアトラクションが面白そうなものなんですよね。そう、私の失敗談は、数日前にプレミアムパスを購入しようと思っていたらすでに売り切れで長時間行列をすることとなってしまいました。なお、プレオープンで人数が少ない中、私はダイナソー2時間並びました。スタッフの方に聞いたところ、プレミアムパスなしでダイナソーにオープンしてから並んだら4時間ぐらい並ぶんじゃないでしょうかということでした。なお、プレミアムパスの料金などについては概要欄に URL を貼っておきますね。攻略法3、プレミアムパスがない場合は、開園前に到着が鉄則？アトラクションによっては整理券またはプレミアムパスが必須のものもあります。整理券に関しては公式アプリを通じて入場後に先着順で取得するスタイルなんですね。なので私は10時開園で10時半に到着したらもう終了してしまっていました。私は整理券も取れず体験したかったアトラクションをいくつか諦めました。どうしても利用したいアトラクションがある方はとにかく朝一でが合言葉です。攻略法4、アプリ登録は事前に。整理券を取得するには公式アプリへの事前登録が必須です。しかもチケットの登録も必要なので当日になって焦るのは大変ですよね。アプリのダウンロードとチケット登録は前日までに完了しておきましょう。攻略法5、記念撮影は後、開園直後すぐアトラクションへ。ジャングリアの入り口を入るとすぐこの画像の場所にたどり着くんですけれども、ここでみんなお写真撮りたくってすでにね少し並んでるんですね。この少し並ぶことによってその後のアトラクション何時間待ちという結果が待っているので、ここは帰りにお写真撮ることをお勧めします。私はやらかしちゃいました。攻略法6、プレミアムも整理券もない場合は開園後すぐにダイナソーへ。こちらは開場するとすぐもらえるパンフレットなんですけれども、入り口入ってすぐにねこの広場のところにたどり着きます。では一つ下の階に降りて左前方の方に進んでいくとダイナソーエリアに到着します。好きなところに行けばいいんですけど、どこに行ったらいいかわからない方のためにダイナソーはね本当に人気で、少なくとも一つだけでも体験できれば満足度がかなり違うかなと思いましておすすめさせていただきました。攻略法7、駐車場は事前予約が便利。駐車場は大きく分けて3カ所あります。敷地内駐車場が2000円なんですが事前予約制になっています。そしてもう一つは無料の提携駐車場イオン名護店もあるんですけど、
シャトルバスでおよそ35分ほどかかるので、体力を温存したい人にはやっぱり敷地内駐車場がいいんじゃないかなと思います。かなり体力をね、奪われるので、やっぱりね、帰りはスムーズに帰りたいって思うんじゃないかなと。あともう一つは、スパの方にも駐車場があります。スパの駐車場は2時間まで500円、2時間を超えると3000円と料金はかかりますけれども、ジャングリアからシャトルバスで3分ぐらいで到着するので便利かなと思います。10分おきに出ています。ちなみにスパの駐車場は予約不要です。攻略法8。室内レストランは1箇所のみ、しかも早く閉まっちゃう。アトラクションを含めほぼ屋外にあるジャングリア。レストランも唯一一つだけ室内があるのですが、閉店が早いです。私たちは15時ぐらいにね、もう暑さでヘトヘトになって室内に入りたいと思ったら、ラストオーダー終了で入れませんでした。攻略法9。食事はあらかじめ計画を。先ほどの話にも通じますが、ジャングリア内の食事方法はパノラマダイニング、有料のネストテラスとか無料の室内があるんですけれども、この無料の室内だけが室内です。そして南国リゾート感たっぷりの屋外レストラン、ワイルドバンケットと、さらにパークに点々とあるキッチンカーの3カ所があります。スパにもね、室内レストランがあるんですけれども、多くの方はパーク内で食事をすると思うんですね。事前に食事もスケジューリングしておくことで、私のような思いつきで向かって入れなかったということがなくなるんじゃないでしょうか。ジャングリア知らないと損する攻略法10個目は、日焼け暑さ対策は万全に。こちらも私の失敗談です。これは翌日の私の首の後ろでございます。ほぼやけど状態。お友達もこんな感じになっちゃったって言ってました。日焼け止めね、しっかり塗ってもこんな感じになっちゃうので、本当に気合を入れて日焼け対策、暑さ対策をしてお出かけください。夏場は特にね。ジャングリア知らないと損する攻略法11。レインコート。みんなは最近特にスコールが多いんだそうです。バケツをひっくり返すような雨が降る時間が滞在中何度かありました。幸いにもパークで遊んでいる時は私たちは大丈夫だったんですが、ちょうどね4時ぐらいに車に乗った途端ザーッと大雨になったので、やっぱり予備で服がびしょびしょになって体調を崩してしまうよりはレインコートを持っていると安心かなと思います。ちなみにこちらの画像は私が当日持参して持っていったものたちです。ジャングリア攻略法12。ゴミ袋を持っていこう。これは知恵袋みたいなもんなんですけど、行列中はキッチンカーで購入したものを食べたりしていいんですね。で、これ食べながら待っているとあっという間に結構早く感じられたっていうところと、あと食べた後ゴミが出るじゃない？で、行列から出てゴミを捨てに行くっていうのが結構無理だし大変だから、そう、ゴミ袋私はそれを予想して持っていったのね。で、案の定本当に役に立ちました。ジャングリア攻略法13。ラストを飾るのは夏より冬。これはもうね、元も子もない話になっちゃうんですけど、これは私個人の意見というよりも、行列していた知らない人たちからちらほら聞こえてきた本音の声でした。とにかく炎天下の下の長時間の行列は体力が奪われます。お子さんとかもね、結構辛そうだった見てて。でね、なんか扇風機とか一応置いてあったりするんだけど、これから改善されていくのかな？長い行列に1個しかなかったりとか。そう、あととにかく室内がないじゃない。結構きついですね。やっぱり冬がいいかなって思っちゃいました。いつか行こうって迷っている方は、夏より冬をおすすめします。油断するとこうなっちゃうからね。ちなみに私はこの日は那覇に泊まっていたので、車を走らせて那覇に向かっています。帰りに女の駅でいろいろお買い物してすごい楽しかったです。そして最後にね、ちょっと本当に忖度なしの率直な感想をお伝えしてもいいでしょうか。はい。行く前にね、ちょっとネタバレにならない程度にお話ししますね。ジャングリアって CM のイメージですごい行く方が多いと思うんですけど、意外とね、迫力があるというよりは、
落ち着いた雰囲気だなっていう感じがありました。で、実際はね、自然の中でのんびり過ごせるような空間で、どちらかというと、小さなお子さん連れのファミリーにぴったりだなっていう感じがしましたよ。そしてもう2つ目、お土産が想像よりも高かった。お菓子のクッキー缶とかもう2700円とか3000円近くしちゃうので、そういったところの、マインドセットもしていかれると、びっくりすることがないかなっていう感じがしました。っていうところです。そんな中、やっぱりせっかく行ったのでお土産買いたいということで、私、タコライス1300円を購入しました。中に2色ミートと、あとソースが入ってます。ご飯とか卵、お野菜などは自分でね、トッピングして、こんな感じになって、すごく美味しかったんで、何か購入されたい方はおすすめです。ということで今回は私が一足先にプレオープンで実際に体験して感じたこと、その中で失敗したなって思ったことの攻略法をですね、13選にまとめてご紹介させていただきました。私のように後悔のないように皆さん思いっきり楽しんでほしいなと思います。この動画が少しでも役に立ったよ、楽しかったよって言ってくださる方はグッドボタンと高評価、同じだね、チャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。みたつれ TV のあいでした。